高温多湿な梅雨や夏はウイルスや細菌、寄生虫による食中毒、食あたりが増える季節です。今回はそんな食中毒、食あたりを予防する中医学の知恵を一緒に見ていきましょう。このチャンネルでは中医学に基づく生活の知恵を週1回配信していますので、どこの動画かわからなくなる前にチャンネル登録をお願いします。中医学において脾胃は温かい状態を好み、冷たい状態を嫌う臓腑とされています。現代医学でも消化酵素が活発に働く温度は37度前後と言われています。つまり脾が温かいと活発に動き、冷えると働きが鈍くなり異常をきたすということです。次は食中毒を予防する基本を見ていきましょう。1、夏に冷たいものの摂りすぎを避ける。飲み物にはできるだけ氷を入れず、冷蔵庫で冷やしたものは少し常温に戻してから摂るようにしましょう。2、生ものは控える。生ものや冷たいものばかりを食べているとお腹を冷やして胃腸の働きが悪くなってしまいます。体を温め殺菌効果のある食材を組み合わせてみましょう。脾は乾燥した状態を好み、湿気を嫌う臓腑であり、五行では土に属します。水分の多い沼地のようなドロドロした土壌では多くの作物が育たないように、梅雨や夏の多湿環境では脾の働きが悪くなってしまいます。そのため多湿から脾の働きを守ることが重要です。1、水分の摂りすぎに注意する。汗をたくさんかいた時、もしくは下痢の時は脱水予防のために水分を多めに摂る必要がありますが、汗をあまりかいていないのに習慣的に毎日2リットル以上の水分を摂ると脾の働きが低下してしまう恐れがあります。2、健脾利湿の食べ物を上手に使う。中国の家庭では真夏に緑豆とゆり根のスープを作るそうです。暑さを払い、湿を取り除き、火を健やかにして精神を穏やかにするこのスープで真夏の酷暑をしのいでいたようです。中国には夏の生姜、冬の大根で医者いらずということわざがあり、夏はお腹を温め解毒・殺菌効果のある生姜を食べ、冬は消化吸収を促す大根を食べると病気にならず医者は必要ないという意味です。もちろん食中毒予防には洗浄・消毒を徹底することが重要です。症状が出たら早めに病院で見てもらうようにしましょう。今回も最後までご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしております。これからやってくる梅雨に向けて、今から一緒に脾のケアをしていきましょう。